こうして2人の修行は始まった。その戦いは現実時間で約2時間ほどにも及んだ。プレイ側としては1戦闘ごとにそこそこハラハラするのでなかなか楽しいのだけれども、見る分には割と単調な作業なので早送りのダイジェストでお届けさせてもらうよ。解説がいらない人はそうだな。3分45秒くらいまで飛ばすと結果だけが見られるよ。まずこの稼ぎ方だが、地下1階からのアクセスがとてもいいし、ある程度の素早さを見込めるレベルや十分な人数で挑むことが可能ならば費用が安く、早いうちから安定していろいろなものを稼げるからかなりおすすめだよ。動画のように2人だけだとどちらかが眠らされてしまったり、麻痺を受けたり、罠にかかったりと少し危うい場面もあった。しかし敵の総数は少なく、2人とも敵より先に動けるから相当運が悪くない限り十分対処できる範疇だとも言えるね。これは短期間の少数精鋭へ経験値を集中したいという意図に対してとても有用だと思う。太陽パーティーならば覇者がかなり有効だし、新月パーティーなら動画のように暗黒魔法、水星だとしてもスカラーやエンフォーサーがいれば呪符を活用できる。一緒にトレーダーがいれば呪符だけでなく麻痺回復の薬種もいっぱい持ち込むことができるし、戦利品もよりたくさん持って帰ることができるだろう。ちなみに参考までに戦利品について、ランク3のアイテムは売れば1つで50ゴールドにもなり、4ゴールドの損耗の札なら10個以上が買い直せる計算だ。1個売るだけで十分採算が取れてしまうね。ランク4のアイテムもドロップするので、魔法や装備の強化にもうってつけだ。もちろんお店に売っても250ゴールドと実に美味しい。スタンダードな宿代を払ってもお釣りが来るはずさ。今回2人はランク2以下のアイテムは基本その場で破棄。持ち込んだ呪符を使い切る頃にお店で戦利品を売却。有用だと判断できるものはダリア君に預けたみたいだね。また2人は途中で気がついて補助魔法を使うようにしている。元素魔法魔剣でシンシアの命中率を上げて呪符の節約。同じく対価で人玉からの炎攻撃を軽減。暗黒魔法勇心で防御力を上げて、同じく暴露によって敵先制による事故率を抑制。仲間が多くても少なくても補助の魔法は偉大だよ。どうやら最後には良いアイテムをたくさん渡しに来ることから仲間にバレて、いつもの5人で再度挑みに行ったみたいだね。やはり頭数がいるとかなり安全で、相手が若干多めでも危なげなく撃破できたみたいだ。銀の武器で霊体相手にも戦えるようになった剣士に補助の魔剣。物資持ち込みによって継続戦闘能力の向上と回復の補佐。遠距離の敵も銀の弓で叩ける商人。敵魔術に有効な補助魔法を備え、万一の際には回復もできるドルイド。霊体相手にも確実なダメージを見込める闇魔法使いが2人。とても安定していて身入りが多い、良いしのぎになったみたいだね。最後に今回の戦果および強化の大きかった点を箇条書きで紹介し、場面もそのままあちらに戻します。アリアはレベルが14から18に上がった。レベル3の元素魔法と暗黒魔法を習得。銀のサークレット、銀シヌノのスリングを入手。対霊、対アンデッド攻撃力と防御力が上がった。バラムはレベルが14から15に上がった。シンシアはレベルが13から17に上がった。体力、攻撃力、防御力の大幅上昇。また習得アイテムにより現代最高位のレベル4暗黒魔法を完全に習得した。ダリアはレベルが14から15に上がった。銀のクオレルの銅、銀の鎖ごとを入手。対霊アンデッドへの攻撃防御力がアップ。エラルドはレベルが14から15に上がった。戦利品として入手した魔法アイテムからいくつかのレベル4神聖魔法と地匠魔法を覚えた。2人ともいいな。レベル4呪文とか現代最高峰じゃん。でもアリアも盗賊技能を含めてかなり成長していてすごいですよ。
宝物も読み物が増えたもんね。今回の戦利品を整頓していて気づいたんだが、それだけ売り値が1000ゴールドだったんだ。これ1個で1000ゴールド？すごい。確認したらこれはランク5のアイテム。現代で失われた魔法技術による一品ってことらしいんだよな。実際かなりすごい性能の武器なんだけど、残念ながら私たちの誰も持つことができないんだよな。大釜は確かに戦士向けの武器ではあるんですが、私は剣が専門なので使うことができないんですよね。私もなぎなたくらいわかりやすければ使いたいんだけどな。いっそ売っちゃう？なんかもったいなくね？少なくとも現状手に入れたアイテムの中じゃ最高峰だぞ。サルビアさん。そういえば以前地下4階を探索した時、彼が鎌と鞭を使い分けていましたね。嵐のようなすごい攻撃力でした。ちょっと私には真似できる気がしないですね。せっかくなら彼に使ってもらいましょうか。お世話になってるし、それがいいんじゃないかな。私たちもお金には特に困ってないものね。そうしましょうか。それに彼らなら見返りも。そういうのはこっそり考えるだけにしましょうね。その辺ぷらついててもばったりで会えそうだが、先日の牢獄へ向かう通路から遠くに姿を見かけた気がするんだ。多分彼らは今、私たちと調査した地下4階で稼いでいるんだと思う。そういえば、地下4階は通路や大まかな構造は把握できたけど、細かいところがまだだよね。地下3階も気になるけど、ここまで聞いてきた話だと、銀装備が整ってきた今なら、地下4階から攻略した方がかえって効率がいい気がするね。それじゃ、地下4階の未踏地域を埋めつつ、もし彼らに会えたら、山吹色のお菓子を。アリア。おっとっと。素敵な贈り物を渡すってことで、今日も頑張ろう。イエーイ。いつも通り、明かりと基本的な補助魔法はあらかじめ使っておきますね。永続補助魔法、天候で明かり、祝福で闇属性耐性と呪文無効化率の上昇、魔法アイテム聖眼によって防御力が上昇した。地下4階は東側。正直もう見慣れた道よね。わった案の定だ。こんにちは。その声は、やあ、久しいね。元気だったかな？ええ、おかげさまで。お忙しいところ恐縮ですが、少々お時間よろしいですか？ああ、特に急いではいないから大丈夫だよ。ちょっとこれ見てみてよ。そこの選手さんにいかがかしら？わざわざありがとう。ちょうど新しいものを探していたところだったから、とても助かるよ。お役に立ててよかったです。何せ私たちが持っていても猫に小判でしたから。これは素晴らしいものをいただいてしまったね。何か私たちからもお礼ができたらいいのだが。そんな。先日はお世話になりましたから、持ちつ持たれつお互い様ですよ。そうかい？感謝するよ。申し訳ないついでに一つお願いがあるんだが、いいかな？そうきたか？このまま少しアリア君を借りてもいいかな？私ですか？私のパーティーにはシーフがいなくてね。いつもお願いしていた暗殺者見習いさんが今日は忙しいみたいで困っていたんだ。ちょっと待った。ありゃ私たちにも必要なメンバーだ。それ私たちにどう進めてんだ？そうだね。装備から察するに君たちはこれから地下4階に向かうのだろう。未踏白域には現出が比較的少ないし、メンバーに彼を連れて行くといい。彼の炎と翼は地下4階の敵にも罠にも効果がある。あるいは3階やその先でも役に立つだろう。ついでに地下1階の魔術師学院出張所で情報を収集してきてくれるだろうか。もちろん報酬は弾むよ。その間、
私たちはアリア君を鍛えてあげよマジで？乗り気かよ。う。先にこれを渡しておこう。トリュフちゃん、これ持って行ってくれるかい？ランク5の装備。こんなにか？まず先の大釜のお礼と前払い分がそれだ。私たちも余っていたものだから遠慮はいらない。依頼、受けてくれるかい？とんでもないな。トリュフさん？確か酒場でもお会いしてましたね。あなたはいいのですか？ウェイトレスの兄ちゃんか。よろしくな。ウェイトレス？ああ、あれはちょっとだけお給仕をお手伝いしてたんですよ。改めてよろしくです。打ち解けんの早すぎね。魔法の宝石もこんなにいいんですか？仲良しはいい方だよ。よしよし。ギャーちゃんたちの長命種か。仲良くやろうぜ。ドラゴンが味方ってすごく頼もしいですね。まあいいか。うちのお姫様はくれぐれも丁重に扱ってくれよな。もちろんさ、この上なくおもてなしさせてもらうよ。行ってきます。ややありましたが、予定通り地下4階でいいですか？宝箱は今回に限っては無視していった方がいいかもしれません。まあ、それ以上の報酬を期待できるだろうよ。めったな要求しやがって。踏んだくってわ。ダリアが息子状態だ。人暴れして発散するしかないね。思いのほか楽しくなりそうだ。地下4階だね。それじゃあ前回の調査で判明した小さな部屋から順に見ていきましょうか。確か小部屋は足元が朽ちてて危ないって誰かが言ってたな。少しの間だけど飛べる呪文は一応覚えたよ。俺に任せて魔法は取っときな。この翼は伊達じゃないぞ。飛べるんですか？それも何回も？かっこいい。こんな狭さで人を乗せてちゃずっとは無理だな。任せてみなよ。魔物が現れた。鎧か。以前は驚異的でしたが、今は私たちも成長しましたよ。課題的には無属性。ダリアとバラムの物理攻撃、ヘラルドの物理的な地上魔法で生きた鎧を撃破。よし！罠はやっぱりうまくいかないな。専門職ってこうしてみるとやっぱりすごいですよね。お宝は諦めきれない私たち。落とし穴。おお、しかし宙に浮いている。早速ですか。飛んでいない場合、焦ってメニューを開いてしまうと閉じた時にもう一回引っかかって痛いから注意してね。もう一回飛ぶぜ。そういえば、いただいた刀を含め整頓しておかないと、装備の配置はつい気になってしまいます。性格出るよな、こういうの。青白くぼんやりと光る人影が何かを探すような動作をしている。どうやら中年男性の幽霊のようだ。彼は古い言葉でこうつぶやいた。貴族の墓の鍵、見当たらないな。この部屋に保管しておいたのに。ずいぶん長い間寝てた気がするけど、その間に誰かが持って行っちゃったのかな。でも、まあいいか。どういうわけか今日の私は壁をすり抜けられる便利な体になってるし、墓守の仕事もはかどるってもんよ。
本人が喜んでるのならいいのかな。この先鍵が必要なのかな？魔物が現れた。分散している敵は確保撃破。ヘラルドは全体攻撃をお願いします。人竜、行きます。私は弓で後ろな。パワーアップした私の爪。えけてみろ！燃え尽きな。それぞれの得意な距離から的確に敵の体力を削り、残党をトリュフの炎が焼き尽くす。ドラゴンさんの炎すごーい！戦闘が続きます。ゴースト、少ないぞ。闇魔法？シンシアは慣れた様子で敵ゴーストに闇魔法。人玉2体も前衛の物理攻撃が貫き切り裂いた。忍者か？次から次へと来るな。素早い人影から眠り毒のすり剣乱れ打ちだ。毒か。毒消しは持ってます。ついでにもう一回飛ぶぜ。落とし穴を回避。グール、この数なら大丈夫かな。トリュフのブレスが敵を殲滅。ゾンビに植物、獣なんかは確かによく燃えるとしても、敵全体にこの火力を制限なしに使えるんですか？呼吸が大事だ。攻撃まで少し時間がかかる。それと1回の戦闘で1回だな。燃え残りは叩けばいい。ダリの魔法と刀がおぼろげな姿を捉えた。アリアンの真似してみたけど、ただの毒針ってこんなに難しいんだね。私も毒消し。ひどく荒らされた形跡のある墓だ。いくつかの棺桶は蓋が外れており、中には副葬品どころか遺体も見当たらなかった。もしかしたら彼らは今不死怪物としてどこかをさまよっているのかもしれない。何かありそうなんだけどな。少ないぞ。かっこ撃破だ。味方の攻撃がすべて当たった。難なく撃破し、宝箱に触ったその時。ぽよよああ、出ちゃいましたね。でも、やっぱり無視するのはなんだか心苦しくって。しゃあね。一回荷物整頓してからもう一回向かうとしようぜ。あ、このムチはなかなか良さそうだぞ。不要品は売って毒消しもいくつか買い出しましょう。さっき使いましたからね。骨の杖、ダークキャスターギルドさんに渡してこよっと。よ
よし、こんなもんかな。それじゃ、もう一回向かうとするか。